こんにちは。今回は久しぶりに 3D プリンターについてお話ししようと思います。さて、YouTube で 3D プリンターを検索してみましょう。すると、ちょっと異常なほどバンブーラボ A1 ミニの動画ばかりが出てきますよね。レビュー、比較、初心者向けの解説、どれも似たような内容です。まるで 3D プリンターはこの世に A1 ミニしか存在しないかのように動画が並んでいます。もちろん A1 ミニが優れたプリンターであることは間違いありません。小型で手頃な価格、初心者でも扱いやすく話題性も抜群です。実は動画主自身も所有していますし、動画が増えること自体は自然な流れに見えます。しかしここまで異常に増える理由は単なる製品の人気だけではありません。そこにはどのような背景があるのでしょうか。今回は YouTube の仕組みと広告の裏側からこの現象の正体を解き明かしていきます。当動画は動画主の実体験に加え、公開されている情報や様々な資料を参考に台本を構成しました。YouTube の仕組みについては特定の企業に偏らないよう複数の視点から確認していますので、フラットな内容としてご覧いただければと思います。また、当動画では A1 ミニの性能比較や製品そのものを評価するつもりはありません。先に言っておきます。動画主は YouTube から1円も収益を得たことはありません。まあ、おそらく収益の支払い基準に達することも難しいです。つまり、動画主にとっては流行りに乗って A1 ミニの動画を作る利点がそもそも存在しません。そういう立ち位置ですので、特定のメーカーに肩入れせず、プラットフォームの仕組みをフラットにお話しします。本題に入る前に背景の映像について少し触れておきます。お正月ネタとして動画にする予定だった梅の花模様入りの鏡餅の制作映像を流すことにします。動画制作が大変すぎて残念ながらお正月に間に合いませんでした。普通に作ろうとするとアウトオブメモリー、エラーが出てしまうような厄介な部分があります。そのため、ブーリアン演算で失敗しにくく、かつ軽くて高速な方法で制作しています。現在、メモリ価格が爆裂高騰中ですので、興味がありましたら、背景映像の図法もご覧ください。ちなみに、フリーキャドのパートワークベンチとドラフトワークベンチだけで作っています。もし要望がありましたら、別途解説動画を作るかもしれません。では、本題に入りましょう。まず最初に押さえておきたいのは YouTube は情報の公平性を守る場所ではないということです。 YouTube を運営しているのは Google、 つまり広告で利益を得ている民間企業です。 YouTube が最も重視するのはその動画が広告を効率よく表示できるかどうかという一点につきます。動画の内容が正しいかどうかよりも広告主にとって価値の高い視聴者が集まるかどうかがおすすめを決めるシステムの大きな判断基準になります。実は Google はユーザーが広告を見た後に実際に販売サイトで商品を買ったかどうかを細かくチェックしています。これをコンバージョンと言い、要するに実際に売れた成果のことです。多くのネットショップが Google の計測システムを導入しているため、 Google はどの動画がきっかけでいくら売れたかを正確に把握しています。その結果、実際に購入に結びつきやすい動画は儲かる動画としてシステムに学習されます。 Google は視聴者の行動データから今 3D プリンターを探している、ネットでよく買い物をするといったことをかなり高い精度で把握しています。そして広告主が最も高いお金を払いたいのはまさに今高価な商品を買おうとしている人です。 3D プリンターはその代表格と言えるでしょう。その結果 3D プリンター関連の動画には広告主が競って予算を使い、動画1再生あたりの広告単価が跳ね上がることになります。動画制作者にとってはたとえ企業案件でなくても効率よく稼げてしまうお得なネタになるわけです。パソコンなどのガジェット紹介動画が多いのもこれと同じ理屈です。さらに他にも大きなメリットがあります。多くのガジェット系レビュー動画の概要欄には販売ページへのリンクが貼られています。そこから視聴者が商品を購入すると動画制作者に数%の報酬が入るアフィリエイトという仕組みがあります。動画制作者からすれば広告単価が高く、かつ紹介料も稼ぎやすい
バンブーラボというテーマは非常に魅力的なコンテンツになります。こうして多くの発信者が同じ製品をこぞって取り上げるような偏った状況が出来上がります。検索してもおすすめを見ても視界に入るのは A1 ミニの動画ばかりという状態になってしまうわけです。そうなると視聴者はこれが一番人気なんだ、これを選べば間違いないと感じるようになります。これは情報の多さを正しさと錯覚してしまう心理現象で判断の外部委託と呼ばれています。自分で判断しているつもりでも実は周りの情報量に判断を委ねてしまっているのです。ここで注意したいのがフィルターバブルという現象です。一度 A1 ミニの動画を見ると YouTube は視聴者の動画画面を同じような動画で埋め尽くします。するとまるで世界中でこれしか話題になっていないかのような偏った情報の空間が出来上がります。その空間に閉じ込められて他の選択肢が視界から消えてしまう状況に陥ります。ちなみにこの YouTube のアルゴリズムはほとんど中身が公開されないブラックボックスです。詳細がわからないためなぜ特定の動画がおすすめされるのか外部から検証することが難しい状況です。こうした情報の偏りに対する対策として欧州連合 EU ではアルゴリズムの透明性を求める規制が積極的に進んでいます。2022年から施行されているデジタルサービス法という法律では YouTube のような巨大プラットフォームに対しておすすめの仕組みを公開することを義務付けています。おすすめアルゴリズムの主な仕組みを説明したり、ユーザーがアルゴリズムに依存しない表示を選べるようにするなどの義務を課しています。これは情報の偏りやバイアスを深刻な問題と捉え、透明性を高めることで情報の公平性を守ろうという動きです。一方、日本では現時点でこうした強制的なルールはないのです。プラットフォーム側の自主的な取り組みに頼っている状況です。そのため情報の偏りに対する対策が欧州のように進んでないため、視聴者側でより積極的な情報リテラシーが求められる側面もあります。情報の量イコール正解ではない世界で納得のいく買い物をするにはどうすればいいのでしょうか。そのコツは検索の際にあえて逆の情報を探すことです。例えば機種名足すデメリットや機種名足す故障で検索してみる。あるいは YouTube 以外、例えば海外の掲示板や個人のブログなど YouTube アルゴリズムの影響が届きにくい場所の情報に触れてみることです。ちなみに動画主は未だに古いエンダー3を使い続けています。それが最新機種より優れているからではなく、壊れても原因を追求できて自分で直せるからです。最新の機種は中身がわからないブラックボックス化が進んでいます。非常に便利ですが、不具合があってもメーカーのサポートを待つしかありません。一方、古いエンダー3は構造がシンプルで全てがむき出しです。おかしな動きをすれば自分で原因を探り、パーツを変え自分で直すことができます。便利さを買うのか、自分でいじる楽しさを買うのか。 YouTube のおすすめは常に便利さを推奨しますが、あえて古い機種を使い倒す楽しさも 3D プリンターの醍醐味だと思います。A1 ミニが悪いわけではありません。ただ YouTube の仕組みを知っておくことで情報の多さに惑わされず、自分にとって本当に必要なものを選べるようになるはずです。さて、もともと今回は 3D プリンターを購入する際のトラブル回避のような意図で動画を作るつもりでした。なぜかシナリオを書いているうちにメディアリテラシー足す社会批評足すテクノロジー解説のような話になってしまいました。哲学でもなく道徳でもないですが、 YouTube の裏側の仕組みをフラットに解説してみました。あくまで仕組みはこうなっている、だからこう対処しようという意図で特定の誰かを批判する意図はありませんので、誤解のないようお願いします。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。